皆様こんにちは、おともです。ついに開ける時が来たようだ。パンドラの箱を。紀元2世紀末、400年にわたり天下を治めてきた漢王朝にもついに斜陽の時が訪れようとしていた。腐敗した政態に不満を抱く人々が大権領主と号する聴覚のもと大規模な反乱を起こしたのだ。これに対し漢王朝は討伐軍を起こして暴徒の鎮圧に乗り出した。後にその名を天下に馳せる曹操もこの時は一介の将として軍に加わる。その傍らにはべる異常婦こそ忠義の師天意であった。これはまた立派な軍ですな。けどいいんですかい、わしみてえなのが親衛隊で。知ってなさるとは思うが、わしは曰く教官にしても、また曰く猛獣あるいは悪鬼の類だが、わしが見るのはそれら風評の奥にあるお主の忠。頼みとさせてもらうぞ天意よ。万難からわしを守る盾となれ。随分と買ってくださる。なら信じてください。わしは絶対殿を守ってみせます。一ついいですか？なんでしょう。失踪させてください。ダメです。もう無理だよこれ。つい。何がそんなきついん？何がって？何もかもだ！スパイダーマン。ていうかおい、お前まで侵食されるな。これまでの5人は程度の差はあれ意識すべきは撃破数だけだったんだけど、天意は真の三国無双どころかまず全先行が本気できついんだもん。というかもっと言ったらまず死なずに勝つのすらきつい。マジで難度の次元が違う。一応説明しておくとこの企画は一戦排水なし修羅、敵軍団全滅&全先行達成込みでの、真の三国無双獲得を目指すシリーズ。この忌々しいクソ武器が、ていうかお前今日ずっとそれで行くの？あなた誰？わからない。まあ何がどうきついかはおいおい説明していくとしよう。これから君たちは私がこうなるに至った地獄の目視録を、そしてその果てに広がる人類の新たなる到達点を、シリーズ動画6本かけて、その目に焼き付けることになるだろう。覚悟しておけよ。今日はテンションがわからないよ。それじゃあ始めるか。天意伝第一章。黄巾の乱。打倒五冠王朝に暴を起こした黄巾党を鎮圧すべく集結した。討伐軍に曹操も加わった。その男が紡ぐ波動。それを阻む者は、この忠義の男が打ち砕く。神草を先導する邪教の領主、聴覚を放つ。東西に分かれ進み、敵を攻撃せよ。それじゃあ始めていこう。まずは庭園地と南西砦を使って連具上げ。天意は連攻撃のリーチ超絶単調の強攻撃型。連具ランクを上げられないと始まらない。連具上げは縦強で、縦強としては出が早めで威力範囲ヒット数ともに優秀。天意の数少ない心の友。火で崩されないように前を包み、気を伺いつつ縦強を連打していく。とりあえず無双ゲージは溜まったか。これで一応無双ラング打てるな。まあでも初回だし乗ってり倒してやるか。結局無双ラングの3位も狭いから、対して全員も稼ぐんし。ゆったり全員刺激派。まだレング2です。少し時間かかるけどここでしっかり上げた方がいいかな。って思ったけど戦闘自体は難度1で特別きついわけでもないんだし、そうレング上げにこだわる必要なかったかも。とか話しつつ南西砦制圧、レングも無限まで上がった。次は跳ね橋を落とす。先行で僕にいないなんでね。敵将が近くにいるのは適当にさばいてねっと。とりあえずラングで片付けようかな。一過性あるし、難度1ならフルヒットで確定撃破できますよ。何の自慢にもならんだろ。とか話してたけどボールアップすぎるから倒しきれないね。さらに強襲まで発動された。なんか顔の割には見えないようですね。まあ黄金だからな。天意伝唯一のオアシス。
初手でオアシスのみ干すなよ。しかしこのステージでは何をするん？手に電初回のことであるべきは撃破数稼ぎ。というのも手に電撃破数の苦戦すよね。そうなん。量産あるとはいえ、比較的伸びそうなステージ多いけど。いやステージの問題じゃない。手に本体が、撃破数を稼ぎづらいんだよ。ああ、連攻撃はリーチ強撃単勝で標準的でも伸ばせず3位局長。両攻撃は一見豪快だけど、前半の肩幅しか判定のないタックル部分が技多いし、技全体でアクセスできる範囲は実は結構狭い。さらにリーチ問題のせいで無数ランクでの撃破数を稼ぎがたいと、要所でかなり意識して伸ばしていかないと、目標の3600人に全く届きません。そういうわけで早速このステージから、撃破数稼ぎのためのルートを組んでおる。跳ね橋、効果。とりあえずこれでここでの仕事は終わり。このまま北側へ書き込み。あれ？中央陣地の制圧は味方に任せる。というより味方を足止めさせる。このステージ大きめの拠点がいくつかあるんだけど、いつもの攻略ルートだと味方と共闘になることが多い。そうすると味方の数の分物兵の量がと密度が落ち、撃破数も稼ぎづらくなってしまう。だから中央に一旦集結してから北上するという味方の性質を利用して、中央陣地や周辺の敵軍団をかませることで味方の北上をまとめて遅らせ、その隙にプレイヤーが単独で大きい拠点を落としつつ、撃破数を稼いでいくという戦法。こうでもしないと、ここでの撃破数はせいぜい40くらいで止まってしまう。話しつつ超遠撃破、これよりここで撃破数を伸ばしていく。とことんスタンドで稼いでいくん。その通り、北区合わせて合計350から400くらいまで撃ちたいね。よしよし、東取りで制圧。このまま西取りでも落としに行く。でも全長は欲しいな。超満性用の。なかった。でもなんか1個落ちてたわ。多分旗持ち兵を倒せてたんだろうな。そんで、味方の進捗は？味方の足止めはどの程度持つん？そうね、あと 1,2 分で突破されるかな。今回は中央陣地の敵軍団で戦意高い奴がいないから、より長く撃破数稼ぎしたいなら、破壊の戦意が高くなるまで戦意ガチャした方がいいかも。そしたらもう2分くらい一人で破壊工作できると思う。話を戻して西取りでに到着、撃破数を稼いでいく。しかしなんで今作って戦意伝あるんだろうな。開放的な戦場しかない今作だと、事実で戦意が活躍した戦いがないやん。実際戦意伝のステージって戦意全然関係ない選定だし、戦意は海外人気が高いらしいから、そのための選定なのかもね。そんな戦意にも書かれたのがこの鎖鉄球か。海外人気枠なら一層ちゃんと調整しなきゃダメだろうが、もし戦意の国枠が別の武将だったら、誰が国だったんだろう。時効とか総人とか強行とか、なんとなく総比ではない気がするな。そしたら武器は鎖鉄球でないと信じたい。代わりに戦意は素直にスイとか絶根と違ったんかな。その方が戦いやすいじゃねえか。投資大作延長強襲なら本来どんな武器でも大体強いはずなんだよ。話を戻してこれで西取りでも制圧。撃破数352。まあ悪くないね。ここからはいつものルートにほぼ合流する。ほぼ？まだ撃破数稼ぎ足りないからな。終盤にもう一個ギミックがあるけど、それまではいつも通り。ただ味方がもう中央を突破して大階段の前に来ちゃったか。これだと最後の追い込みがあんまりできないかも。まあいいや、とりあえず攻略を続けます。次は強砲を倒す。あとそこにある再起も壊す。兄貴の超核超量と違ってこいつはハイパー化してない。だから普通に叩けば普通に倒せる。ほらね、難度1だから一火星ランクで攻撃力をとせるな。一火星は天意の心の友。両方倒せたんで再起も破壊。よし、まずは1個破壊だな。着実に壊していこう。続いて北東の超満星を倒す。道中の敵所とか限定も揃えていきますよ。これらも貴重な撃破数源なんでね。美味しくいただきましょう。ここ敵所と限定の配置が近くて、結構敵兵量が多いんだよな。その点でもアド。そう。なんで限定には設置してくれた方が嬉しい。とか話してたらさ。じゃああっちまおうぜ。ちなみにこの時、敵所を制圧するまでは向こう側に出ないように、敵所が閉まって門破壊がつくようになって、めんどいです。連星撃破。敵所も落とす。ラング締めでそのまま落ちたか。じゃあこのまま超満星討伐に行きますよ。本人がハイパー神ありモブ2人のお供。さらに火炎砲台もあり非常に厄介。とりあえず火炎砲台の射程外で戦いましょう。幸い超満星はこちらがサクセス範囲に入れば、近づいてきてくれる。じゃあ使うか、強襲発動。原油の最大最強火力をぶっ放せ。行くぞ、強襲力武器連無限分回しラッシュ。やはりこの火力が病みつきだぜ。超満星撃破、強襲と力武器のタップで速攻だぜ。強行のスタンでそのまま始末。
ち上がりだぜ。これが尾の長州力武器の火力だ。素晴らしいだろう。いつもこれがくれれば最高なんだがな。鍵が本陣から降りてきたんでこいつもやっちまおう。天には乱攻撃のリーチ局長ですが、標準武器を使ってもリーチが伸びません。なので一戦排水なし修羅の場合、火力を補強できる力武器がベター。総使いは多くないとはいえ、くれれば力武器の火力は極大。少しでも撃破速度を縮めたい。鍵撃破、取り巻きが少なきゃこんなもんよ。次は長領。先行でプレイヤーが撃破対象。忘れずに。ね、早く次行ってくれませんか。じゃあまずは左陣階段からこんにちは。吹き飛ばされません。これは大階段に東側の佐伯が上半分、西側の佐伯が下半分の左陣を発生させるため、このように東側の佐伯境で直接往来が可能となるわけ。ちなみにもうちょい下まで行くと下半分の左陣に捕まります。要注意。話を戻して長領戦。本人サイファーカニック賞所属武将1人ずつ。あと触ると自分爆発の幻影兵式。うっとうしい。幻影兵に触れないように、敵の配置に気を配っておきましょう。電飾変わんの？天理の標習活性ないからな。幻影兵の爆発で普通にひるむんだな。だからあんま意味ない。とか言ってたら祭壇下に落としちまった。めんどくさいね。そんな君には、これをあげよう。孫ついたけど長領撃破。これでほぼ先行達成。ほぼ？佐伯コアさんの？そう、これより最後の撃破数稼ぎを始める。ってやりたかったけどもう味方が来ちゃってた。これ本当は佐伯を残して味方を足止めしつつ、プレイヤーが単視で敵本陣に乗り込んで撃破数稼ぎ。ってやりたかったんだけど、もう来ちゃったもんはしょうがない。まあいい、目安の600人撃破まで残りを稼いでおう。稼ぎつつ北東の敵軍団が1個残ってるんで、それを味方が倒すのを待つ。まずは両火撃破。どんどん行くぞ。よし、目安の600人撃破も達成。あとは適当に X から。貫中硬いな。10分以上かけたくないんで早く倒れてくれませんかね。よし来た。これで広角を倒せる。あれ？どこ行った？反対方向やぞ。ほんとだいたいた。まずはガードを崩し。ジャッジを狩り。パターンしたこれ。よし、こうした。じゃあ最後も行くぞ。長州力武器連無限分回しラッシュ。城郭撃破、これで攻略完了です。まあさすがにここはな。全味でも楽しく攻略できるか。邪教黄金塔はここに壊滅した。皆よく戦ってくれた。勝ち時をあげよう。わしにかかりゃ今回楽勝だぜ。クリアタイムは9分38秒。撃破数は678人。上々ですね。超攻撃のドライブ性が生きたな。強襲での一点構成もできた。しかし黄金で撃破数稼ぎはちょっと意外だったわ。この先どんだけカツカツなんですか。これは嵐の前の静寂さ。天に電はこっからが本番よ。何もかも足りない状態でいかにして戦い抜くか。知恵、知識、技術、視点。すべてをくべてぶっちぎるぞ。おお。というわけで天に電第1章はここまで。果たして一戦排水なし天にで、真の三国無双獲得はできるのか。それは神の味噌汁。ご視聴ありがとうございました。